お世話になっております。マサルです。今回はチェンジオーナーコマンドについて一緒に勉強していきましょう。今回の問題はこちらです。あなたはサーバー管理者です。これまでマサルが管理していた重要資料ファイル .text を新任の加藤子さんに引き継ぐことになりました。同時に管理チームもマサルの個人管理から加藤子チームへ移管したいと思っています。状況を整理します。今のファイルの所有者はマサル、グループもマサル。変更後には所有者を加藤子、グループを加藤子グループにしたいと思っています。ファイルの所有権の変更を行う正しいコマンドはどれでしょうか？選択肢を読んでいただいて2つ選んでください。正解はこちらです。2番、チェンジオーナー加藤子加藤子グループファイル .text もしくはチェンジオーナー加藤子加藤子グループファイル .text です。皆さん正解できましたか？この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。それでは今回のテーマ、チェンジオーナーコマンドについて一緒に勉強していきます。まずは結論から。チェンジオーナーコマンドというコマンドは、ファイルやディレクトリの所有者とグループを変更するためのコマンドです。一人で利用しているとあまり気にならないかもしれませんが、Linux システムではファイルやディレクトリに対して所有者とグループが決められています。過去動画、パーミッションの基本で少し話をしましたよね。ファイルやディレクトリの所有者、グループ、そしてその他のユーザーに対してそれぞれアクセス権を設定することでセキュリティ強度を高めることができます。そしてチェンジモッドコマンドでそれぞれの役割に対してアクセス権を変更する方法もお伝えしましたよね。今回のチェンジオーナーコマンドではそもそもの持ち主やグループを変更するために利用するコマンドです。例えばレポート .text の所有者を太郎に変更したければチェンジオーナー太郎をレポート .text というコマンドによってレポート .text の所有者を太郎に変更することができます。とってもシンプルですよね。さらにチェンジオーナーコマンドはグループも一緒に変更することができます。例えばレポート .text の所有者を太郎、そしてグループをスタッフに変更したければチェンジオーナー太郎スタッフレポート .text というコマンドで変更することができます。さらにグループのみを変更するということもできます。コロン以降で変更したいグループ名を指定すればグループのみを変更するということもできます。これが基本的な使い方です。その他覚えておきたいこととして-large R オプションを使うとディレクトリ配下をまとめて変更することができます。あとは他人の所有物を変更するときには管理者権限が必要ということも覚えておきましょう。それでは今回もデモを用意しているのでご覧ください。なお今回のデモは所有者マサル、グループマサルになっているファイル .text を所有者加藤子、グループ加藤子グループに変更したいというデモを行っていきます。それではやっていきますね。今回は事前に必要な設定をした状態からスタートします。現在のファイル .text の状態を確認しましょう。ls-l ファイル .text こちらのコマンドで現在の所有者がマサル、そしてグループもマサルになっていることが確認できますね。この情報を所有者が加藤子、グループも加藤子グループに設定変更していきたいと思います。コマンドはこちら sudo を使ってチェンジオーナー加藤子加藤子グループファイル .text このコマンドでファイル .text の所有者を加藤子、そしてグループを加藤子グループに変更してくださいというコマンドです。それでは実行します。実行したら結果を確認しましょう。ls-l ファイル .text でしっかり所有者が加藤子、グループが加藤子グループに変更されていることがわかりますね。ここでちょっと情報を補足したいと思います。今回のコマンドは
所有者とグループをコロンで区切って設定しましたよね。今回の問題、もう一度見てみてください。今回の問題では、コロンで区切る方法とドットで区切る方法、両方とも正解になっていますよね。では、本当にドットでも設定することができるのか試してみたいと思います。一旦ファイルドットテキストを元の状態に戻します。sudo チェンジオーナー勝るコロン勝るファイルドットテキストを実行します。ls-l ファイルドットテキストで実行結果を確認すると、所有者が勝る、グループも勝るに戻ってますね。では、ドット区切りでチェンジオーナーコマンドを実行してみたいと思います。sudo チェンジオーナーカトコドットカトコグループファイル実行すると警告が出てきましたね。ドットではなくコロンにするべきですよというようなメッセージが出ています。では、実行結果がどうなったのか ls-l ファイルドットテキストで確認します。警告は出ましたが、問題なく所有者がカトコ、グループがカトコグループに設定変更できていますね。チェンジオーナーコマンドは一般的にはコロンを使って区切りますが、ドットを使った場合でも設定変更できることを覚えておきましょう。覚えておきましょうといったものの、なんで2種類あるの？結局どっちを使えばいいのと思う方もいると思うので、最後にちょっとだけ補足したいと思います。昔はチェンジオーナーコマンドは左のイラストにあるようにドットを使ってユーザーとグループを区別していました。しかしこの場合困ったことがあって、名前の中にドットが入ってしまうと、どこがユーザーでどこがグループなのかが曖昧になってしまいます。これだと良くないので、現在はコロンを使って区切りましょうということになりました。なので現在はコロンを使って区切るのが一般的です。ドットを使う方法も昔のシステムとの互換性のために一応使えるようにはなっていますが、説明したようにトラブルの原因になることもあるので、ドットを使って区切るのは非推奨ということになっています。実務では迷わずコロンを使って区切るようにしてください。ここで少しだけお知らせです。マサルの勉強部屋では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。一人で勉強するのが大変という方はメンバーシップからオンラインコミュニティに参加してみてください。皆さんのご参加お待ちしています。それでは今回の復習です。今回はチェンジオーナーコマンドについて一緒に勉強しました。これまでマサルが管理していた重要資料ファイルドットテキストを新任のカトコさんに引き継ぐことになりました。この際、所有者情報とグループを変更するためのコマンドはどれでしょうか？それぞれ選択肢を読んで考えてみてください。正解はこちら2番と5番ですね。チェンジオーナーコマンドでユーザー名とグループ名を指定すれば所有権を変更することができます。ユーザー名とグループ名は基本的にはコロンを使って区切るようにしましょう。しかし昔の名残でコロンを使うこともできるので、そこも覚えておきましょう。チェンジオーナーコマンドを使うと所有者とグループを変更することができます。所有者のみを変更することもできますし、所有者とグループを一緒に変更することもできます。さらにコロンで区切ってあげることによってグループのみを変更することもできます。もしディレクトリ配下もまとめて変更したい場合は-R オプションを使ってあげましょう。チェンジオーナーコマンドを利用する中でドットで区切るべきかコロンで区切るべきか迷った時にはコロンで区切るようにしましょう。ドットで区切ってしまうとユーザー名とグループ名の区切りが曖昧になってしまいます。なので現在はコロンを使って区切るのが主流になっています。実務では迷わずコロンを使って区切るようにしてください。最後にお知らせです。私が書いた Linux 1冊目の教科書が Linux レベル1学習補助教材に認定されました。皆さんの学習にお役立てください。購入リンクは概要欄をご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。